こんにちは、まこです。今回はねちょっとディープな話をしたいんだけど、みんな日本ってめっちゃ整ってて平和で安全ってイメージあるでしょ？でもね、その綺麗な表面の下には実は結構闇があるんだよ。今回はその日本の裏側についてちょっと紹介してみたいと思う。まず裏社会って聞いたことある？ヤクザとか反社とか、まあそういう人たちがいる世界のことね。でもそういう人たちだけじゃなくて、もともとは普通の人だったのに、いろんな事情でそこに入っちゃう人も実はいるんだよ。例えば借金が返せなくなってとか生活に困ってとか、そうやって超やばい仕事をすることになった人たちも結構いるの。中でも今回話したいのが地獄のマグロ漁船って言われる仕事。聞いたことあるかな？なんかね、借金返すためにマグロ船に乗るとか腎臓を売るとか、そういう都市伝説っぽい話昔からあるじゃん？実はそれあながち嘘でもないっぽい。例えばさ、ある若い男の子の話なんだけど、その子は家族の借金のせいで高校も途中で辞めて、マグロ漁船に乗ることにしたんだって。最初の航海は43日間。マジで地獄だったって言ってた。毎日ずっと船酔いで吐きっぱなし。デッキは海水とゲロと魚の血でびしょびしょ。足滑らせたらそのまま海に落ちそうなレベル。マジで危ない。しかも何の訓練もなしにいきなり餌をつける作業とかやらされてさ。でっかい釣り針とか高速で回ってるロープに手とか足絡まったら、そのまま海に吹っ飛ばされるか大怪我するかって感じ。さらにさ、水も食べ物もまともじゃないから。脱水とか栄養失調で倒れる人もいるし。長期間ずっと陸に戻れないし。精神的にもきつすぎて途中で心が壊れちゃう人もいるらしい。あとね、昔の話だけど、借金取りが無理やり人をマグロ漁船に乗せて、生命保険かけさせて自分が受取人になるっていう、マジでやばい話もあったらしい。航海中にその人が亡くなったら、保険金をそのまま借金の回収に充てるっていうね。怖すぎん？で、そういう極端なケースじゃなくても、普通にマグロ船で働いてる人たちもめちゃくちゃきついんだよ。半年間名掛けで働いても、給料は思ってるほど多くない。漁獲量によって給料バラバラだし、最近は外国人の安い労働力も増えてるから、若い日本人がこの仕事で稼ぐのはかなり厳しいのが現実。ちなみにさっきのその男の子、最初の月の給料はたったの15万円だったんだって。命かけてそれだけ。しかも根もし乗った船がヤバい選手とかヤクザ系だったら、給料を勝手に差し引かれたり、文句言ったら殴られたりとかも普通にあるらしい。海のど真ん中だとさ、逃げ場ないし。生きるも死ぬも自分じゃどうにもできない。もう完全にマグロと同じ。釣られる側って感じ。ってことで今回はちょっと重めの話になっちゃったけど、こういう現実も実際にあるんだよね。どうだった？こういう話君の国でも似たようなことってあるのかな？こういうディープな裏話また続けてほしいって思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくね。じゃあまた次の動画で会おうね。